こんにちは、ミッキーです。今回は日常を彩る穴場空間として池袋からおすすめカフェを7選ご紹介させていただきます。池袋はここ数年で街自体がとても目覚ましく発展しているなという印象で、池袋の公園自体がリニューアルしたりとか、あとはカフェ自体も2019年2020年あたりで新しくできているところが多いなといった印象でございます。またいずれのカフェについてもとても素材にこだわっていて、健康志向の方にもおすすめできるところがたくさんありましたので、ぜひ池袋に立ち寄っていただいて、自分自身の食生活を見直すきっかけにもしていただきたいなといった感じでございます。ぜひこちらの動画を参考にしていただいて、豊かな休日や朝活にご活用ください。このチャンネルではカフェ巡りなど日常を少し豊かにする情報をお届けします。少しでも応援してくださる方はチャンネル登録をして次の動画も見逃さないでください。ちなみに今回ご紹介するお店の Google マップ位置情報は本動画の概要欄から確認することができますので、実際にお店に訪問する際の参考としてご活用ください。それでは早速1軒目のカフェご紹介したいと思いますが、こちらはですね、南池袋公園に面したおしゃれカフェになっています。もう早速この青空とこのカフェのコントラストがとても素敵だなという印象かなと思うんですけれども、こちらはですね、南池袋公園の景色も含めて楽しめるような空間になってますので、店内で楽しむのもいいんですけども、テイクアウトしてこちらの芝生で楽しんでいただくのもありかなと思います。この日は朝活で伺ったので、確か8時ぐらいですかねに伺っているので、ちょっとまだ芝生にはお客さんがいないんですけども、ぜひ芝生が空いている際なんかにはこちらでテイクアウトしたものを楽しんでいただくというのもありかなと感じています。はい、こんな感じで結構広々としていますね。なので土日とかは結構混むのかななんて思ってます。一時期コロナウイルスの影響で閉鎖されてはいたものの、7月頃から再開されているかなといった感じですかね。まさに本当に天気がいいととても素敵な景色を味わえますので、池袋というと都市のイメージが強いかなと思うんですけども、実はこういった自然にあふれる空間もあったりというところなので、気分転換に緑の空気と、広々とした空間を味わっていただくのもいいかなと思います。そして店内に入っていただきますと、こんな感じで天井が高い様子と、あとはこの、木のインテリアでとてもおしゃれな空間だなというふうに感じられます。でこちらのお店のラシーヌというのはフランス語でねというのを表しまして、英語でいうとこのルートですね。この店名には地域の未来を創造するルーツになる、根となる、根っことなるという意味が込められているということですね。でこちら右手にはアイスクリームとか、あとはドーナツも販売されていますので、ちょっとこの日は先ほども申し上げた通りモーニングだったのでまだ用意がされていなかったんですけども、昼になるにつれてこういったメニューも増えていくので、その辺も楽しみの一つかなと思います。ちょっと3度目になっちゃうんですけど、平日の朝8時からオープンしているので、池袋とかその周辺にお勤めの方なんかは朝活で利用されるのもとてもおすすめかなと思いますね。 Wi-Fi も通っていますし、パソコンでの作業できるようなこういった2階席の広々とした空間もありますので、そういった作業にもおすすめかなと思ってます。でこちらのラシーヌさんは系列店で焼かれる完全無添加のパンが特におすすめだということなので、ぜひですね、パン系の食べ物とあとドリンクと合わせて頼んでいただくととてもいいかなと思います。本当にですね、こういった席一つとってもたくさん多種多様な椅子のスタイルとかソファー席もあったりとかってところで、お好みに応じたスタイルで楽しむことができそうかなといった印象です。で右手にはこんな感じで本棚もありまして、気になる本とかがありましたらこちらから手に取って楽しんでいただくこともできるかなといった感じです。なかなか朝活をしたいななんて時にどこ行ったらいいか分かんないことも多いかと思うんですけども、この動画でご紹介させていただく通り、池袋はとても朝活におすすめなので、ぜひ朝活したいななんていう時に使っていただくといいかなと思います。そしてこちらはモーニングプレートのパンと、あとはシングルオリジンのセットコーヒーでございます。でモーニングプレートはスペシャルモーニングプレートっていうものもありまして、そちらはハムと卵焼きもついたかなと思いますので、お腹の空き具合と相談して頼んでいただくといいかなと思います。こちらのシングルオリジンのコーヒーも結構ですね、アメリカのっぽく味わえて苦味が少なめだったなという印象でございます。続いてご紹介しますのはこちらのコーヒーバレーさんでございます。コーヒーバレーさんも平日は8時から、土日祝日は9時からやっていますので、朝活におすすめなコーヒー店になっています。
でこちらは池袋でコーヒーを味わうならぜひとも行っていただきたい場所で、コーヒーのこだわりがとても強いなといった印象でございました。で店員さんと会話させていただいても、お好みのコーヒーのスタイルとかも相談していただけますし、こちらのお店は自家焙煎でやられていますので、お家用にコーヒー豆をテイクアウトしていただくのもとてもいいかなと思います。私自身もこちらのお店に伺ってコーヒー豆2種類買わせていただいたんですけども、コーヒーの値段自体もとてもリーズナブルで、高品質なのにもかかわらず、味わいやすく提供していただくことができるので、とても良心的だなという印象でございました。こんな感じでコーヒー豆はとてもたくさん揃えていただいているのと、こういった味のマップもありまして、あとはこの瓶でコーヒー豆自体の香りも嗅ぐことができるので、とてもおすすめですね。でこんな感じで1階席はそんなに数ないんですけども、2階に登っていただいても席はありますので、ゆっくりしたい時は2階席で、ちょっとサクッとコーヒー飲みたい時なんかには1階席でっていうのがおすすめかなと思っています。でこちらの焙煎されるコーヒーは、自家焙煎というだけじゃなくてスペシャルティーコーヒーをさらに厳選して焙煎していただいているということなので、このコーヒー自体の味の美味しさも納得だなといった感じですね。豆へのこだわりはもちろん、全粒粉のパンとか、あとはこのおしゃれな内装もとてもこだわりがあるなと思っていまして、ちょっとリッチな朝を過ごしたい時とか、あとはカフェタイムを過ごしたい時なんかにぜひ使っていただきたいようなお店になっています。でこちらはこの日にいただいた Today's コーヒーですね。ちょっと結構飲んじゃってから撮影を忘れていたことに気づいたので、ちょっと少なめなんですけども、このコーヒーにコーヒーカップにたっぷりと入れていただくことができるので、結構お得感があるかなと思っています。あとはこちらに移させていただいていますスリーピークスっていうものもあったりとか、あとはバレートースト、この結構ボリューミーなサイズのパンが300円でいただけますので、この飲み比べセットとパンもぜひ頼んでいただきたいと思ってます。続いてご紹介しますのはこちらのグローバルリングカフェさんでございます。今映していますのは2019年11月にリニューアルオープンした池袋西口公園の様子になっています。こういった広々とした空間と噴水が特徴的ですよね。まさに池袋西口の新たなランドマークとなる劇場公園としてリニューアルしたとのことです。そしてこの公園のシンボルとなっているのが左手に映していますグローバルリングカフェさんでございます。ちなみに先ほどの南池袋公園と合わせて池袋周辺の4つの公園をアートカルチャーハブに位置づけてリニューアルしたということです。でこちらのお店はこんな感じで店内の木組みの印象がとても強いかなと思いまして、内装もインテリアも含めてこの木の温かみを感じられるところがとても素敵ですよね。そんなこちらのグローバルリングカフェさんでは東京観光の情報を発信する窓口的な役割もあるということで、左手に映しています通り観光情報も、一緒に見られるというところが特徴的かなと思います。なので日本人だけじゃなくて外国人の方々にもとても優しいようなカフェになっています。そしてこちらのグローバルリングカフェさんも朝からやっていまして、朝9時からオープンしていますので、朝活に使える場所かなといった印象ですね。こんな感じで外のテラス席も使うことができますので、朝に天気がいい時なんかにはこちらで優雅な一日を過ごしていただくのもとてもおすすめかなといった印象です。で私はこの日は桜抹茶ラテというのをいただきまして、こちらは東アジア文化都市2019の開催都市であった豊島区の日中韓をイメージしたようなドリンクになっていますので、これは日本なんですけども、他にも中国韓国をイメージしたようなドリンクがありますので、そちらを楽しんでいただくのもありかなと思いました。続いてご紹介しますのはオーサムストア&カフェさんというところでございます。こちらも2019年にオープンしたばかりのデザイン性が高くセンスのいい雑貨店に併設のカフェでございます。デザイン性が高くセンスがいい雑貨店というのがまさにオーサムストアさんでございまして、ストア自体は渋谷とかあとは町田にもあるかなといった感じなんですけれども、こちらのようにストア&カフェとして運営されているのはこちらの池袋店のみだという形になっています。そんな池袋店なんですけども、今の7月から9月の期間中は看板が出ています通り、喫茶オータムとして昭和レトロなドリンクも提供されているということなので、そのあたりも注目ですね。でニューヨークのようなフォトジェニックな空間がとても特徴的だなと思いまして、こちらの先ほど映していたのはカフェで、こちらは、ストアの方ですね。こちらでちょっとした雑貨を買うことができます。でこちらの雑貨店の方を右側に横切っていただくと、こちらはまさにカフェになっていまして、
今7月から9月までの期間中は喫茶オータムとしての昭和レトロなドリンクも提供していただいています。こんな感じで、先ほどニューヨークのようなフォトジェニック空間と言いましたけれども、こんな感じのレンガ調の内装とかもとても素敵だなといった感じです。で、こちらカウンター席では充電とかをすることもできますので、ちょっとした池袋の買い物の休憩にも使えそうですよね。そしてこちらはこの日にいただいたオーガニックコーヒーとエビアボカドベーグルです。こちらのお店は8種類あるオリジナルベーグルが看板メニューになっていますので、皆さんのお好みに応じてベーグル頼んでいただくといいかなと思います。あとオーガニックコーヒー、こちら200円でいただくことができて、とてもお手頃に楽しむことができますので、ぜひですね、飲み物と合わせて楽しんでいただくという形をお勧めさせていただきます。続いてご紹介しますのはこちらのポンデコーヒーさんでございます。まさに店名の通り、ポンデとコーヒーがおすすめのお店になっていまして、ポンデはタピオカ粉を使ったグルテンフリーのもの、そしてコーヒーは自家焙煎のスペシャルティーコーヒーだということですね。なのでコーヒーが好きな方もグルテンフリーで少しヘルシーに来てという方もおすすめできるようなカフェになっています。で、日替わりで10種類以上のポンデが店頭に並ぶということで、その中から選んで頼んでいただくことができます。で、あとはコーヒー自体もとてもたくさんの種類がありまして、それぞれに説明書きを書いていただけますので、コーヒーの知識を身につけることができますね。こんな感じでポンデを自分のお好みに応じて頼んでいただくことができるといったお店です。で、コーヒーもこんな感じでドリップバッグも含めてデザイン自体もとてもおしゃれで可愛らしい感じなので、お土産に買っていただくのもとてもおすすめできるような感じですね。あとはコーヒーとポンデ以外にもパウンドケーキみたいなものも用意されていますので、カフェタイムで自分の食べたいもの、飲みたいものに合わせて頼んでいただくととてもいいかなといった感じです。で、本当丁寧にこういった説明書きを書いていただけるので、あまり知識がない方でも結構自分の好みを知るきっかけにすることができるかなといった感じですね。そしてこちらの黒板に描かれたポンデのイラストがとても素敵で、このポンデに関しても一つ一つ、こういった味があるんだななんてことを楽しみながら確認することができるので、こちらのお店に来ていただくたびに新しい発見があるというところもとても魅力の一つになっているかなと思っています。そしてこちらのお店は2階席もありますので、結構席数も多いかなといった印象です。充電をするところもカウンターにあったりするので、作業向けにも使うことができるかもしれないですね。こんな感じで1階席はこういったソファー席が主になるかなと思っています。そして2階に上っていただくと、カウンター席、先ほど言ったような充電をできるスペースがあったりとか、他にはテーブル席もあったりしますね。池袋は冒頭に紹介したラシーヌさんもそうなんですけども、こういった素材にこだわった食べ物を楽しむことができるカフェがあるというのもとてもおすすめなポイントになっています。そしてこの日はポンデを3つほど頼んだのと、あとはカフェモカを頼みました。こんな感じでポンデコーヒーさんのポと書かれたロゴが入っているマグカップもとても素敵だなと思いまして、このポンデ自体はですね、焼きたての香ばしさともちもち食感がとてもいいなと思いまして、癖になりそうだなという感じでしたね。ぜひ池袋にお住まいの方とか勤務されている方なんかは、一つ一つポンデを楽しんでいただいてコンプリートを目指してみてください。続いてご紹介するこちらのカフェも素材にこだわったヘルシー志向なカフェになっています。名前は最強のバターコーヒーというところでございます。バターコーヒーご存知でない方もいるかもしれないので、少し説明させていただきますと、継続的に飲むことで集中力、記憶力アップが望めたりとか、あとは脂肪の分解、腸内環境改善をもたらすのがバターコーヒーだということですね。私も詳しくは知らなかったんですけども、こちらのお店に伺ってちょっと調べて、こんな効能もあるんだななんていうことを感じました。こちらの池袋店ではグルテンフリーや低糖質のメニューも用意されていまして、若い女性だけではなくて健康志向の男性にも人気の店舗になっています。そして管理栄養士の方も常駐しているということなので、食生活の悩みがある方なんかは気軽に相談していただくと、相談に乗っていただくこともできるかなといった感じになっています。そしてこんな感じで一つ一つのグッズがあったりとか、バターも、お土産として買っていただくことができますので、日常の料理の中でもこちらの最強のバターコーヒーさんで買っていただいた高品質なバターを使っていただくことで、日常生活も少し健康にライフスタイルをチェンジすることができるかもしれないですね。で、店内奥に進んでいただくと、あんまり席の数は多くないんですけども、飾ってある絵がなんかバスキアっぽくてと
てもアーティスティックな感じだなといった印象もありました。でこちらはこの日にいただいた最強のバターコーヒーのセット、バジルトマトリングと一緒にいただきました。このバターと一緒に飲むことができているからか、なんかカフェラテのような印象がとても素敵だなと思いました。そして最後にご紹介しますのはエスプレッソ D ワークスさんというところでございます。左手にありますのは食パン100を売っているパン屋さんですね。こちらはパンをテイクアウトすることもできますので、ベーカリーとしての活用もできそうです。そして店内に入っていただくとこんな感じのおしゃれ空間が広がっています。でこちらのエスプレッソ D ワークスさんは小麦がテーマのベーカリー&カフェになっていまして、夜でこそこういったバースタイルで楽しむこともできるんですけども、モーニングやランチにも使うことができそうだなといった印象でございます。朝は9時半からやっていますね。そして先ほどちょっとちらっと触れました100という食パンは小麦100に対し水も100という常識を覆す柔らか食パンだということですね。あとはこの食べ物もオーガニックやクラフトにこだわった本格料理になっていますので、こちらのお店も健康志向だということですね。なので池袋、今回いろいろとご紹介させていただきましたけれども、なんか健康的な食べ物を食べたいなと思ったら、ぜひこの動画をまた参考にしていただいて、池袋のちょっと行ってみたいカフェに行っていただくといいかなと思っています。で今ちょっとメニューをちらっとお見せしたんですけれども、こちらではコーヒーは都内の有名ロースターであるオニバスコーヒーさんとリーブスコーヒーロースターズさんから仕入れている本格コーヒーを楽しむことができますので、そちらもコーヒー好きな方にはたまらないですよね。そしてこの日はこのランプステーキ、和牛ランプステーキをいただきました。この見た目からも美味しさが伝わっていただけるかなと思うんですけれども、ぜひ頼んでいただきたいような一品になっていました。あとはフィルターコーヒーをいただきました。ちょっとこちらの店は 7% の席料がかかるんですけども、その辺をすっぴいてもとてもおすすめできるカフェになっています。以上、今回は池袋からおすすめカフェを7選ご紹介させていただきました。池袋まだまだおすすめなカフェがありそうだなといった印象で、掘れば掘るほど穴場空間があるような印象でございました。あとやっぱり健康志向なメニューが多いなというのが特徴的なように感じましたので、ぜひ日常の食生活を変えるためのきっかけとしてもこちらの池袋のおすすめカフェに立ち寄っていただきたいなと思っています。もし皆さんの方でも池袋のおすすめなカフェとかおすすめなお店がありましたら、コメント欄の方で教えてください。あとこの動画を気に入っていただけた方はチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。インスタグラムの方でも情報を更新していますので、そちらの方も参考にしていただけるとありがたいです。以上、ミッキーでした。ありがとうございました。